バクのホビーチャンネルにようこそ。このシリーズでは市販されているパラボラアンテナを改造して電波望遠鏡を作る様子や手順などを数回に分けて動画にしています。前回では給電部と整合回路などをシミュレーションしていくつかのタイプを試した結果、給電方式もほぼ使用が決まったので、それに合わせて副鏡の指示構造を変えたので、その部分を中心に紹介いたします。ボスがデザインレビューに参加したいというのでお連れしました。チェックが厳しくて有名なボスなので心臓バクバクなのだ。課題をいくつ指摘されるのでしょう。致命的な指摘をされたらリスケ確定ですね。あちこちマーキングされてスケジュールが伸びたらどうしてくれるんだ。お帰りになられるようですね。問題なかったとか。何も指摘されずにデザインレビューを乗り切ったのだ。副鏡の指示ビームが少し細いとか、アンテナ中央の金属パイプの支柱の構造を指摘されると思っていたのですが、指摘されませんでしたね。どうして金属パイプの支柱が良くないのですか？初期段階ではこの構造で進めようとしていたのだけれど、副鏡のグランド接続が容易なのと中心軸を出しやすいメリットがあるものの、給電部の中央を金属パイプが貫通すると大きく性能低下するという致命的な問題を解決できなかったのだ。そうでしたね。解決できると考えていたのですが、シミュレーションを繰り返すうちに自由度がないどころか回避策を見失ってしまいました。試行錯誤の結果分かったことは、中央支柱の構造は副鏡を使わないパラボラアンテナ、つまり主鏡単体の焦点距離に給電点を置く構造には使えても、カセブレン式やグレゴリー式のパラボラアンテナには使えないことが分かり、改めて世界中の電波望遠鏡の形を見てみるとどれも同じような形をしていて、僕はあの形が完成形であることに気づいてしまったのだ。突き詰めていくと同じ形にたどり着くという形状修練と呼ばれている現象ですね。そうなのだ。作ってみないとわからなかったのだ。気づきは大事。ところで副鏡を固定する中央のパイプはシンプルで中心精度も出しやすくて使えないのは惜しいですよね。樹脂パイプなら問題ないのでは。それが樹脂パイプでも問題ありなのだ。そうですね。この表を見てください。これは樹脂の誘電率をまとめた一覧表ですが、給電部の近くに置かれた誘電率の高い部品は受信した電波信号の損失を大きくします。今回受信する電波の周波数は 1420MHz で比較的高い周波数ですから影響が大きいのです。これを解決しようとすると結果的に大型電波望遠鏡の形にたどり着いてしまいました。多くの電波望遠鏡が採用している3から4本の指示脚で副鏡を空間に浮かせている構造です。この構造のメリットは、副鏡と給電点の間の誘電体としての空気は無視できます。デメリットは部品点数が増え、調整も増えることですね。副鏡を固定するだけなので軽く作ることも可能です。今回は直径 6mm の5000系アルミのパイプと ABS 樹脂の 3D プリント部品で構成しました。CAD はいつものフリー CAD です。正確に主鏡パラボラと副鏡の曲面をモデリングすることで正確な位置と穴開け加工済みの樹脂パーツが作成できます。CAD 入力が終わりましたので全てのパーツを 3D プリントします。
材質は機械強度があり、接着剤による接着性も良好な ABS です。さて、副鏡は精度の高い、正確な形状が必要で、数値計算によるモデリングです。副鏡のプロファイルは、最終的な焦点距離、主鏡直径、主鏡焦点距離、給電点の位置から計算できるマクロによるもので、CAD の汎用フォーマットであるステップ形式で直接形状モデルを生成しています。ちなみに副鏡の外周の高さと中心との高低差は約 6mm で、中央がくぼんだ凹面鏡です。精度が求められるため、積層ピッチを 0.1 または 0.05mm の 3D プリントを行うと24時間以上かかります。この間に印刷トラブルがあるとやり直しに時間がかかるため、スライサーや CAD のメッシュ解析で形状が破綻していないか念入りに確認しておきます。特に中央は高低差がないため、モデルの数値計算結果の誤差により印刷ヘッドが迷走し失敗する場合があるので、可能なら回転体で置き換えておくと良いと思います。実際、最初は失敗の連続で、後で NG 編で実際のトラブルを紹介したいですね。えへへ、そのテーマだけで動画が1本、いや2本作れるぐらいのネタが満載になる予感。形状データができたら、あとは何もしなくてもいいんじゃなかったでしたっけ？理想と現実は違うのだ。 3D プリンタの印刷失敗事例、あるあるみたいな。そうなのだ。使えないゴミを量産したのだ。 NG 編、楽しみですね。精神が崩壊しかけたので少し時間が欲しいのだ。お待ちしております。ところでアルミ板副鏡のヘラ絞りはこんな感じだったのだ。回転させながら曲げ変形を行い部材を伸ばしていきます。材料がアルミだから可能で、加工に時間がかかることと寸法管理が大変ですが、ヘラ絞りらしい加工は可能と思いました。すべての部品が揃ったので仮組みしてみましょうまく組み立てられるか、ワクワク、ドキドキですね。う。そうですね。ネジ穴の位置や穴径が違うとか、ネジの頭がぶつかるとか、部品同士がぶつかる、環合が悪いとか、よくあることですね。自分で DIY 工作してみるとそれがよくわかります。ソフトだって似たようなもので、試作組み立ての立ち会いはドキドキなのだ。でも謎な動きとか再現性の悪い謎エラーは、これは仕様ですって言い張るんですよね。当然なのだ。 3D プリントで開けられたドリル穴は、ドリルビットをチャックに取り付けて穴径を修正しておきます。 3D プリントで開けた穴はプリントノズルの穴径だけ狭くなる傾向があるのだ。穴を広げすぎないように注意しましょう。仮組みの結果はほぼCAD図面の通りに組み立てることができました。ぶつかるところが数箇所あり、リューターで削る必要がありましたが、作り直す必要はなさそうです。 CAD でぶつかりそうなところを事前に確かめることができるのは本当に便利なのだ。そうですね。趣味の工作とはいえ、電波望遠鏡は位置や精度を気にする必要があるので、CAD が利用できるのは大きいですね。フリーCADは癖の強いCADですが、使いこなせないほど多くの機能と強力なマクロツールが便利であることを改めて実感しました。いかがだったでしょうか。次回は給電部の調整です。い
いよいよ佳境ですね。夏の天の川とペルセウス座流星群には間に合うのか。伝統的七夕には間に合うでしょナレーションはボイスボックス。う。尾花沢スイカと焼肉冷麺で夏を乗り切る若松明と、枝豆の塩茹でに涙するずんだもん。暑いのと雷が苦手、猫塚 B でお届けしました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。